今回はオンライン要素でもあるタイムアタック TA について知っておくべきことがあるので動画にしました。タイトルの通りこの度スイッチでは TA で1位を取ることは不可能となりました。原因としては先月発売されたスイッチ2とのロード差によりスタートのタイミングが変わってしまったからです。厳密にはスタートは同じタイミングなのですが、スイッチ2の方が早く攻撃できてしまうという感じです。今回は1つ目の TA の深淵の異星人を例に見ていきます。記録は1位と2位が日の丸さんと第3でどちらも 1.26 秒です。他も1秒台はありますが 1.26 秒の記録はどちらもスイッチ2で出されたものです。構成はランキングから見れるのですが100位以内はほぼ全ての記録が同じです。火力の都合で順位が入れ替わる余地はありますが基本的には入力勝負の TA です。実際にやってみるとこんな感じでヘルファイアーを打つだけで終わります。1位を取るにはそれなりの装備が必要ですがスイッチにも必須となっています。ということで次は実際にロード差を見ていくのですが、まずはタイマースタートと入力の受付開始が同じタイミングであることを確かめておきます。まず画面構成ですが3つとも全てスイッチ1です。タイマーの開始地点が共通であることを確かめるために並べています。それで今一時停止しているこのタイミング、右側にクリア目標が出た瞬間が0地点です。入力の受付はスティックを最初から倒しておいて移動が始まった瞬間が受付開始地点となります。タイマー開始から 1F 進めるとどうなるか、ズームして確かめるとこのように同じタイミングで動くのがわかります。スローにしてみるとタイマーも同じタイミングであることがわかります。次はスイッチ1とスイッチ2の比較。タイマーの開始地点と入力受付のタイミングに差がないことがわかります。ではどこで差が生まれるのかというと、それは敵の出現のタイミングです。敵の出現タイミングはロードにより毎回バラバラになります。今回確認できた最短のパターンでも 0.3 秒の差がありました。これはかなり大きいので 1F を争う TA ではスイッチ1で1位を取ることは不可能となります。最後にヘルファイアーの最速入力を紹介して終わります。今のが最速の機械入力になります。人力でも可能です。ターゲットを指定したタイミングに揃えて TA 内のタイマーと比べるとパレットが出た地点で 0.99 秒。ヘルファイアーを選んで決定までが 1.06 秒ということで入力は 0.07 秒イコール 2F です。そして初段ヒットは 1.36 秒なのでアーツ仕様からは 0.3 秒で着弾ということになります。距離はデバイスで調整してあるので TA と一致しているはずです。0.99 から 1.36 ということでターゲット可能な地点からは 0.37 秒でダメージを与えられたということです。ダメージが加えられた瞬間タイマーがストップするということはなさそうですが 1.26 秒を超える可能性はありそうな気がします。ということで以上です。スイッチ2が必須なので TA をする人は買いましょう。DL 版の差は調べていないので不明です。ご視聴ありがとうございました。